おはようございます。たかしです。本日は6月15日水曜日、ただいま6時59分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは長い下髭の陰線となっております。ちょっとわかりにくいんですが、ここ1、2、3本連続で陰線をつけてきましたので、昨日あたりは陽線が出てくる。3本連続で陰線をつけると調整の陽線が出てきて、そこからの戻り売りみたいなことが多いんですが、なので昨日は陽線をつけてくる可能性が比較的高かったんですが、それでも連続陰線とかなり強い下落だなという印象ですね。ただ下髭がだいぶ長くなってきてますので、そろそろ一旦の反発をするんじゃないか。ただこの反発がまたここの高値を目指してくるか、それともそこまでいけずに下落するかっていうのがわかりませんが、今は一旦の反発というところを見ていきたいと思ってます。で、今この下髭なんですけれども、髭が長いので、このまま一旦の上昇しそうには感じるんですが、陰線なのが気になりますね。で、今 GMMA でサポートされてそこからの上昇というところですので、比較的大きく上昇はするとは思うんですが、それでもこの昨日が陰線ですので、もう一度下を目指しに来る、昨日の安値付近までもう一度下がって、その下が抜けないっていうことが分かってから上昇するんじゃないのかなというふうにも見れます。で、昨日も言ってましたが、ストキャスティクスが安値圏にもう少し到達していないので、もうちょっと下げる余地があるんじゃないかと昨日は言ってました。長い下髭がついてそこから返されてくるんじゃないかみたいな予想をしてたんですけれども、少しイメージと違うかなと。せめて下髭の陽線、実体部分が陽線ですね、になってくれてるとそこからの強い反発が期待できたんですが、今陰線なのでちょっと怪しいなとは感じてます。なのでもう一度下をトライする可能性も考えてトレードしていく必要があるかなと。そしてストキャスティクスももう少し下げる余地がありますので、今日一日もう少し様子を見る、もしくは下値トライをしてそこからの上昇ができるかどうかっていうところを探っていく感じがしますので、ここから一辺倒に上昇していくというイメージではないので、その辺は注意が必要です。では4時間足です。今4時間足ではこのオレンジのラインですね。ここが4時間足の目線切り替えポイントです。そしてこの紫の点線が1時間足の目線切り替えポイント。で、1時間足は今下ですね。そして下落トレンド中、綺麗に下落の波を描きながら下落中というところで1時間足は下落トレンド。そして4時間足はこういった波をイメージしておりますので、ここからの押し目買いになるのかというところですね。今はこの緑のエリオット波動のこの視点、ここからここに当てたフィボナッチリトレースメントのここですね、162円付近で今反発してきているところですが、先ほど冷やしで言いましたように、もう一度この昨日の安値を目指しに来る可能性がありますので、ちょっとその辺が注意。逆に言うとそこでは押し目買いポイントになってくるとは考えてます。で、このエリオット波動ですが、今一応ここを4波と考えておきましょう。そうなると、ここからの5波がどこまでいけるのかというところですね。一旦、ここの高値 168.765 というところを目指してきますが、そこまで到達できるのかどうか。で、ここを超えてこれると、このエリオット波動完成というふうには考えられるんですが、今はちょっとこの押しがかなり深いので、ここまで戻してこれるのかどうかっていうのが怪しくなってきたとは考えてます。ただ昨日言ってましたこの MACD ですね、だいぶモメンタムが減ってきてますので、そろそろ上昇に向かいそうというところですね。日足ではもう一度下を模索するんじゃないかとは考えますが、4時間足を見てますと MACD の下落モメンタムの消失、そしてこのストキャスティクスがゴールデンクロスっていうところでここから上昇していきそうですね。一旦のターゲットはこの紫の点線付近、そして今 GMMA も下がってきてますが、この辺 164.3 ぐらい、この辺を目指して上昇するんじゃないかと考えます。では1時間足です。1時間足にはまた別のエリオット波動をイメージしてました。その5波ですけれども、ここまで下げてくるとは思っていなくって、この辺、1、2、3、4、で、5波が出るんですが、途中ぐらいで切り返して上昇するかなというイメージを持ってたんですが、思った以上に下げてきた印象ですね。このオレンジのトレンドラインまでで反発して上昇するんじゃないかと思っていましたけれども、結構深掘ってきましたよね。で、ここからは今ここで小さくダブルボトムをつけて上昇中というところでどこまで上がっていけるのかですが、先ほど言ってました紫の点線、ここですね。164.3 ぐらい。ここが今、この青いラインと一致してるんですね。これがこの
高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% なんですが、そこが164円付近になってますので、この辺付近までの上昇は考えておきたい。そしてこのエリオット波動1、2、3、4波、この4波の視点ですね。この辺付近っていうのはエリオット波動の修正波がターゲットとして目指してきやすいポイントでもあります。そして今そこがフィボナッチリトレースメントの 38.2% とほぼ被っている状態ですので、やはりターゲットとしてはこの辺でしょうか。で、ここを上抜けてくると、今1時間足の目線切り替えポイントが変わりますので、ここを上抜けると直近の戻り高値を抜けることになりますので、そこからはまた再び上昇トレンドに戻っていけるんじゃないかと考えますが、一旦ここを達成してそこを上抜けられるかどうかっていうところが、直近のターゲットとして注目点だと考えてます。昨日はここをですね、この GMMA にぶつかって下落してきましたよね。この昨日言っていました。こことかこことか、今ここで GMMA にぶつかって下落。そして昨日もここで GMMA にぶつかって下落。で、ここはストキャスティクスがちょっと微妙な位置から下落してるんですが、昨日のここは分かりやすかったんじゃないでしょうか。ストキャスティクスが高値圏からのデッドクロス、そして GMMA 接触。トレンドラインに少し届いていないところが分かりにくかったかもしれませんが、この辺は分かりやすいポイントかなと考えてます。で、今はまたストキャスティクス高値圏にありますので、今結構強く反発の上昇はしてきてますが、一旦のこの過熱感解消までは待った方がいいとは思ってます。基本的には日足では強い下落中、そして1時間足でも綺麗に下落トレンドを描いておりますので、やはり戻り売りが入りやすい試合だとは思いますが、この部分が昨日の日足の下髭部分になりますので、昨日は比較的下落も強かったんですが、下髭部分も長いというところで、分かりにくい展開になりそうな雰囲気。そして今エリオット波動5波が完了したとすると、ここからの修正波に入りますので、今日は一旦上昇しそうな雰囲気というところで、戻り売りは入りやすいんですが、下がったところでは次は押し目買いが入ってきやすい試合になってきたと思いますので、その辺でのトレード、つまり先ほど日足で言いましたように、もう一度昨日の安値を目指してきた時は、この辺は押し目買いポイントになると思いますし、昨日と同じようにこの GMMA やこのオレンジのトレンドラインと接触したところはまた戻り売りポイントになっていくと考えます。ただ、今修正波に入っていると考えると、戻り売りよりも次上昇しようとする力の方が強くなってきますので、そうなるとここ GMMA と接触、ストキャスティクスが高値圏でのデッドクロスをしても、下げ渋るっていうことが考えられます。この辺付近であまり下げそうにないなと思ったら、そのショートは撤退して一旦は待つ方がいいんじゃないでしょうか。今日はここのトレンドラインを超えてくる可能性が高くなっておりますので、この辺トレンドライン付近では戻り売りっていうのはありだと思いますが、あまり下げないなと思ったらすぐに撤退した方がいいとは考えます。ただまたこのエリオット波動を完成しているかどうかっていうのはわかりませんので、今ここでおそらく完成したと思いますが、もう一度5波が伸びるっていうことも考えられますので、基本的には戻り売りでいいとは考えます。それではまとめますと、本日もこの GMMA が下向いていますので、今は下落トレンド中ですし、基本的にはこの GMMA にぶつかったところ、もしくはこのトレンドラインにぶつかったところ付近では戻り売りが仕掛けられやすくなるとは考えます。ただこの部分が今日足では下髭になっておりますので、この辺付近に来たところでは再び押し目買いが入ってきやすくなると思いますので、今はこのオレンジのトレンドライン、そしてこの赤いラインですね、これが 61.8% のフィボナッチリトレースメントラインになるんですが、そこに引き付けてのトレードをしていくのがいいんじゃないでしょうか。今ここっていうのはこの白のボックス少し見えてますが、この4時間足とか日足で見るとここにボックスがあるんですね。その上限でもありますので、この辺はサポートラインになってきます。今ちょうどそのサポートラインで反発してきているところですので、この辺は硬くなってくると考えますので、下落してもこの辺付近まで、そして上昇したらこのトレンドライン付近での戻り売りというところで引き付けてのトレードがいいと考えます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。